こんにちは、シャインボディソウルの里江です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこの動画では、ちょっと難しい重苦しいテーマかもしれないんですけれども、カルマ、トラウマっていうことについてちょっとお話ししてみようかなというふうに思っています。でこの動画はもちろん霊気を学んだことない、何も知らないっていう人ももちろん同じように楽しんでいただける、動画になっていますので、あるいは霊気を習った人であれば中級のね講習の中で確か霊気のトラウマカルマ解消法、こういう技法があったのを、覚えてますかね。で講習の中ではあんまり深くねカルマ何とかトラウマ何っていうことを言いませんでしたけど、この動画の中でちょっとねこの難しい言葉について皆さんと一緒にね考えてみたらいいかなと思って作っています。で、本題に入る前に嬉しいメッセージをちょっといただいたのでシェアしたいと思います。でこの、メッセージは霊気の講師を受講された、受講生さんからいただいています。霊気を実践するようになって自分に勇気を出して向き合えるようになりました。以前は自分にとって困難なことがあると占い師に頼って答えを出してもらったりしていたのですが、その行為は自分から逃げていたと気づくことができました。向き合える自分になれたことをすごく嬉しく思っていますということで、とても私もこのメッセージを聞いて嬉しいです。で、別に占い師悪いってわけじゃないんですが、ただね私もちょっと納得いけるなって思ってるのが、やっぱ霊気を実践し始めてからなんていうのかな、自分が嫌だったりトラブル感じてたことから逃げ出したりすることが本当に少なくなってきたなって私自身思っています。多分霊気を実践しながら何か中からこう変わってきたことがあるのかなって思うくらい自分が前向きになれたっていうのは多分絶対あると思うんですよね。なのでねとってもこのメッセージ嬉しかったです。でこのメッセージと、こうするようにじゃあそのトラウマとかカルマ何っていう話なんですけど、トラウマの方が皆さんもしかするとよく聞くし、私トラウマあるんですとかよく言ったりしますよね。でトラウマって言ってみればなんか例えば危険なことが自分に起こった時に、脳の中でその反応するっていうんですかね。例えばなんか指をすごいバーンってぶつけてしまって、でそのぶつけたその経験からなるべくねぶつからないようにすることだったりとか、自転車でねすごいひどい事故に遭っちゃってそれで自転車乗れませんとか、それってトラウマじゃないとかっていう話なんですけど、要するになんか恐怖な体験とかをすると人間っていうのは脳の中でもうそれはすごい危険だからもうこれ以上ね体験するなっていうことでそういう拒絶反応っていうのが起こると言われているんですが、でもこれが全くないっていうのはまたそれは危険なことで、要するにその危険をね察知したら逃げましょうっていう人間のね要するに本能みたいなそういうところだと思うんですけれども、そういうのをトラウマって言ったりしますよね。でトラウマって悪いものじゃないけど、でもどうしてそのなんていうのかな問題になっちゃうかっていうと、多分要するにその拒絶していたものが要するに何年も何日経っても何週間経っても何ヶ月経ってもあるいは何年経っても要するにまだ克服できない、まだ自転車に乗れないとかいう場合にやっぱりそれはトラウマっていうブロックかかってるかなっていうことなんですよね。で、カルマって何っていうことなんですけど、例えば私も香港に住んでてティーンエイジャーの子供がいるんですが、その子供たちがね実はカルマって使うんですよね。でどんな風に使うかっていうと、例えばこう道歩いてて犬の糞踏んじゃった、でそれをね誰かが見て「ああ一応カルマ」とかって言ったりとか、あるいは物がね上から落っこってして糞にもね自分にぶつかる「一応カルマ」っていう風に言ったりとかします。でそれはどういうことかっていうと、要するに何かこうねあなたにとって悪いこと降りかかったらそれはねあなたのカルマのせいよっていう話なんですけれども、日本人の人もなんとなく察しがつくかと思うんですが、要するにカルマっていうのはいい行いをしていればいい結果を引き寄せるし、悪い行いをしてたら悪いものを当然引き寄せてますよっていう、この考えって多分結構その宗教的なね見解とかっていうことが大きいんじゃないかなというふうに思います。でもカルマっていうのは、
要するにそういうふうにね因果応報みたいな感じでずっとね繰り返されてるもののね、そういうものの法則ですみたいなことだと思うんですけど、そして、トラウマに比べるとカルマの方がなんとなくそのねタイムスパン長いっていう感じをイメージさせます。トラウマだったら最近起こったこととか、要するに自分が生きてる間の中で起こったその人生経験により作り出された怖い体験っていうのが主にトラウマっていうふうに言われていると思うんですけど、これがカルマって言われた場合には要するにその意味としては、そのトラウマみたいに現世だけじゃなくて、実は自分じゃない誰か過去のその魂だったりとか、その過去世から要するにそのね怖い体験だったり何かを避けてきたりとか、なんかそういうことも、一緒になってこうねひっくるめられて、で今ここに至りますよみたいな感じのそのタイムスパンの違いみたいなところがね多分カルマには含まれてるのかなっていうふうに思います。こんなふうに話すとなんかちょっと怖いな、本当にこれカルマって信じるんですかとかっていう人もいるんですけど、でなんで私がそのカルマについてちょっとみんなとね、考えたいなって思ったのは、例えば霊気を実践していて病気がね良くなって治っていく人もいる一方で、なかなか治んないっていう人もいるし、もしかしたらもう治らないっていう人もいるかもしれないですよね。例えば私も膝を怪我してるんですけれども、これがやっぱりそのね 100% じゃあ霊気で治るのかってまず言うことはできないし、でもこうやってなんていうのかな、人生の中でいろんなその体験を繰り返していく中で、やっぱりそのいくらね霊気エネルギーがいいからってそれが怪我とか病気にもちろんいい方向に行きます。でも私たちも生きている時間っていうのは命に限りっていうのがあるので、それをね治す100% までね治癒まで至るかどうかっていうところをね考えると、それは必ずしもじゃないっていうね答えが絶対出てくるんですよね。でもちろん霊気療法っていうのは医療行為じゃないので、もちろんね病気治りますよとか怪我が治りますよとか言ってはいけませんし、実際に治っていくのも治っていかないのもあなた自身のね治癒力のおかげっていうふうによく言いますが、でもその霊気をやってるのにね病気はね一向に治らないっていうケースとか、生まれつき何かねそういうハンデを持っている人たちとか、やっぱりそういうことを考えると、何ていうのかな、人間っていうのは要するに今私たち人間一人しかいないですけど、要するに私を産んだのは私の母親で、またその母親の後ろにおばあちゃんいて、でおばあちゃんの前にまたおばあちゃんのおばあちゃん、ひいばあちゃんがいてみたいな感じで、私たちって要するに世代世代で受け継がれてるものっていうのが絶対あると思うんですね。だからこういうふうに何ていうのかな、自分一人っていうのを見てもなんか後ろにいろんな人を実は支えてくれてきたよっていう、それで今私がこの現時点にありますみたいな、なんか霊気実践しててそのトラウマカルマっていうのを考えてると、なんとなくねそういうことってあるんじゃないかなっていうふうに、感じることが多くなってきたんですよね。でこのカルマっていうのは別に悪いことばっかりを言うものではないです。要するにいいカルマもあれば悪いカルマもありますよっていう、そのねまた宗教的な見解もありますが、それにカルマっていうのはそのねずっとこうね受け継がれてきた中にある何かみたいなね、そういう捉え方だと思うんですよね。でここでなんていうかな、カルマとトラウマっていうのを、じゃあその霊気実践してどんな風にね改善されていくのかっていうことを、私の実体験で話をすると、なんていうのかな、本当に一言で言うと思い込みですよね。要するにあなたはじゃあカルマとかトラウマ、あなたこれありませんかとか、自分でねそのトラウマとかカルマに気づいた時ハッとします。でもハッとした時にそれって思い込みっていうところすごく大きいと思うんですが、要するにそのカルマトラウマを、辛いままね、それをこう信じて辛いまま生きていくのか、それともその思い込みね、カルマとかトラウマというものを抱えたまま生き続けるんではなく、もっと解放された形の新しい生き方をね選ぶことができるのかっていう風なね言葉で説明できるかと思うんですけれども、要するにあなたはそのね何かその固定的なね思い込み、それをずっと持ち続けてこうね苦しくて生きていくのと、
じゃなくて、そのね思い込みあった、こういうのあったな、でも自分もっとね進化していけるんじゃないかなっていう風な、そういう考え方に移行するっていうんですかね。なんかそんな風にね、私は霊気実践し始めてからすごく感じることが多くなってきました。そういう風に考えてると、例えばあなた素敵ですよねとかってこう言われて嬉しいですけど、でも例えば私全然素敵じゃない、要するに他の人見て、あの人たちすごいな、あんなに頑張ってて全然もうできてるし、もう人生で悩みなんかなさそうじゃんっていう風にみんなのことをね見てる自分がいるとしますよね。で、昔の私はそういう人を見ると落ち込むし、自分ってすごい無力感、何もできない、可能性低すぎみたいな、要するに自己肯定感もすごい低かったんですけど、でもそれと同時に何て言うかな、自分に自信が湧いてくると、どんな風に私の考え方が変わったかっていうと、今素敵じゃなくても素敵に進化していけばいいんだっていう風に変わったんですよね。この間お知らせしたね、その夫婦関係の書籍でも書いてるんですけど、要するに素敵なカップルよりも素敵に進化していくカップルっていうのになりたいなって思ったんです。そう思いませんか？はい。なので素敵だっていうのはもちろん素晴らしいですけれども、そのねどんな風に続いていくの、そこをすごく霊気実践してて感じることってすごい多くなったし、そしてねそう感じれば感じるほどなんか人生が楽しくなってっていうのも本当なんですけれども、なので、カルマトラウマっていうのはもしかするとみんなね持ってるものかなと思います。その課題が大きいものであれ小さいものであれ、多分カルマもトラウマもゼロですっていう人は私はいないと思います。で、そして誰一人として、要するにみんな世の中の人っていうのはお母さんから生まれてくるわけであって、でそして私たちの後ろには要するに先祖代々のねそういうねご先祖様という人たちがたくさんいますよね。っていうことはやっぱりその人たちが受け継いできたものとか思いとか考えとか、その人が人生でやりきれなかったこととか、多分そういうことも私たちの今のこの現時点に全く影響なしかって言ったらそうじゃないと思います。やっぱり私たちここに来ててこの名前をいただいていて、この名字でやっぱりこれはね、この先祖代々からいただいてきたものの証拠ですし、その中には要するに良いカルマとか悪いカルマとかあるのかもしれませんねっていうことですよね。でもさっき言ったように、霊気を実践してて、じゃあねその思い込みの部分ですけど、もし自分がね何かを思い込んでそうだと思い込みながらね、その苦しさを抱えながら生きているのと、ああそうだなっていうその苦しさに気づいて、じゃあそうだったらもう新しい生き方に変えていこうっていう、言ってみれば覚悟みたいなもんですかね。そういうものがあるのでは、やっぱり生き方そのものが変わっていくかなっていうふうに私は思っています。はい、この動画をね見て皆さんもカルマとかトラウマとかどう思いますか？もしかしたらね今まではすごい怖いと思ってましたとか、なるべくそういうこと考えないようにしていましたっていう人もいるかもしれないですし、あるいはねそんなこと考えてもみなかったっていう人もいるかと思うんですけれども、このカルマとかトラウマっていう言葉を機に、このねありがたくもいただいたこの命ですので、やっぱりいただいた命最大限にね利用することができたらね素晴らしいなっていうふうに私は思います。でだからこそ私たちのこの日本語で使命っていう言葉がありますけど、要するに自分の使命っていうのは命を使うことですよね。だったらどんな風にね命を使っていきたいですかっていうことだと思います。はい、それでは今日は以上です。はい、動画をご覧いただきどうもありがとうございます。今日の動画はいかがでしたか？もし、この動画が好きだったら、ライクのとこをクリックしていただけたらとても嬉しいです。あるいは読者登録をしてくれても、嬉しいですし、質問や意見もどんどんコメント欄に書いてみてください。そしたらまたそのコメントからねお話が展開できたらさらに楽しいかなと思っています。それではこの後も穏やかな一日をお過ごしください。バイバイ。